クルセイダー装備のデバフを無効化する方法を発見したので紹介します。クルセイダー装備というのは AA で追加された装備の一つで、犯罪を犯すとクルセイダーの異物というデバフが発生して、所持重量の大幅な低下とスタミナ回復停止を引き起こすという強烈なデメリットを抱えています。このデバフはスカイリム各地の旧大神の祠を巡らないと解除できない上、一度解除しても再び犯罪を犯すとまたデバフが発生してしまいます。しかもこの犯罪認定がかなり厳しくて、例えば睡眠中のドラウグルを攻撃しただけでも犯罪扱いになってしまいます。クルセイダー装備の中には面白い効果を持つものもあるのですが、デバフのせいで実質的に使い道のない装備となっています。しかしこの度ついにクルセイダー装備のデバフを無効化する方法を発見したので動画にして紹介します。まず残念なお知らせですが、クルセイダー装備のデバフを無効化するにはニューゲームから開始する必要があります。ヘルゲン砦に入って拘束が解かれたら、その場ですぐにセーブします。その後は普通にヘルゲンを脱出して、ホワイトランへ向かいます。死者の間でアーケイの祝福を得たら、ドラゴンズリーチの手前の池に潜ります。しばらく待って窒息ダメージで死ぬ直前まで体力を減らしたら、ドラゴンズリーチの扉の前まで急いで移動します。ここで現在の体力を見てみると、6となっています。アーケイの祝福による体力上昇が25なので補正だけで生き残ってる状態です。この状態を作れたらドラゴンズリーチの扉にクロスヘアを合わせたまま、最初に作ったヘルゲン内のセーブデータをロードします。ロード中に決定ボタンを連打するとドアを開く音が聞こえて、ロードが完了するとドラゴンズリーチの内部に出ることができます。これはデッドローディングと呼ばれているグリッチで、本来行けない場所にワープしたり、アイテムを増殖したりなど色々と悪さができるグリッチとなっています。この方法なら解放のクエストを完了させることなくヘルゲンを脱出できます。そうしたらフォースカルの監視所まで移動して、遺跡の中の死体からクルセイダー装備を入手します。現在は何も犯罪を犯してないので装備してもデバフは発生しません。それでは犯罪を犯してみます。するとデバフを解除するためのクエストが発生しますが、有効な効果を見てみると、クルセイダーの異物のデバフが表示されていません。実際に所持重量も減っていませんし、スタミナ回復も停止していません。実はクルセイダー装備のデバフは解放のクエスト完了後に付与されるので、解放を完了させない限りはどれだけ犯罪を犯してもデバフが発生することはありません。とりあえずこれがクルセイダー装備のデバフを無効化する方法の第一段階です。しかし解放を完了させないとメインクエストを進めることができないので、ここからはデバフを無効化したまま解放を完了させる方法を紹介します。まずはリフテン東のドーンガイド砦へ向かいます。イスランたちと話して目覚めのクエストを開始したら、リムホラウ墓地でセラーナを解放して、ボルキハル城で吸血鬼の王の力をもらえます。その後は生命低下で生物を倒して吸血鬼の王のパークポイントを稼いで、キリカの能力を得ます。これは一定時間無敵になる代わりに一切行動ができなくなるパワーです。これを得たらヘルゲンにファストトラベルして、オープニングで入ったのと同じ扉に入ります。すると解放のクエストの続きを再開できます。正規ルートでヘルゲンの出口まで来たら、吸血鬼の王に変身してから外に出ます。解放のクエストが完了して、嵐の前が発生したあたりでキリカを発動します。そのままキリカの終了まで待ちます。このタイミングでクルセイダーの異物のデバフが付与されたはずですが、吸血鬼の王を解除してクルセイダー装備に戻しても、すでに犯罪を犯してるのにデバフが発生しません。試しに適当な犯罪を犯してみても、クエスト目標は表示されますがやっぱりデバフは発生していません。実はクルセイダーの異物は付与されるタイミングでプレイヤーが無敵状態だと無効化することができます。なので解放が完了してすぐキリカを発動すれば、その後犯罪を犯してもデバフが発生することはありません。これでクルセイダー装備のデバフを無効にしたままメインクエストを進めることが可能になります。もしくは解放が完了したタイミングで霊体感を発動することでもデバフを無効化できます。本来ならメインクエストを進めないとドラゴンは出現しませんが、デッドローディングでスクルダフンにワープすればドラゴンと戦えます。ドラゴンソウルを獲得したらまたデッドローディングで帰って、アイアンバインド墓地かロストバレー要塞で霊体化を学習すれば、解放完了前に霊体化を使用可能になります。スクルダフンへワープするためのデータとドラゴンを倒せるだけの戦力が必要になりますが、どうしても吸血鬼になりたくない場合はこういう方法もあります。
これでクルセイダー装備をデバフなしで装備できるようになったわけですが、残念ながらここまで手間をかけるほどの性能とは言えません。軽装と重装どちらも防御力は悪くないのですが、付属が回復上昇や幻惑上昇などの戦闘向けではないものばかりで、どういう運用を想定して作られたものなのかがいまいちよくわかりません。ただ固定されたクルセイダーの盾はデバフさえなくなれば利用価値があります。これは背中に装備する変わった盾で他の装備枠を使うことなく装備できます。しかもセットボーナスや適切な装備を阻害しないのでどんな装備とも組み合わせられます。劇的に受けるダメージが変わるわけではありませんがデメリットなしで確実に強化できるのが強みです。重装の方のクルセイダーの盾も構えるだけで魔力の盾が展開される珍しい効果を持ってます。スペルブレイカーの方が強力ですが序盤に手に入るので活躍の機会は多いかもしれません。ちなみにもしあなたがまだ AE を導入してないならもっと簡単にデバフを無効化する方法があります。AE 導入前のデータで霊体化を発動したらすぐにセーブして AE を導入します。その後先ほどのデータをロードすると直後にクルセイダーの異物のデバフが付与されるので、あらかじめ霊体化を発動しておけばデバフを無効化できるというわけです。まだ AE を導入していない方はこのことを覚えておけばいつか役に立つかもしれません。というわけでクルセイダー装備のデバフを無効化する方法の紹介でした。ニューゲームが必須というかなり厳しい条件の割に性能が大したことないので無効化する意味は薄いかもしれませんが、少しでもいい状態のセーブデータを作りたいという完璧主義者の方はぜひニューゲームからやり直してください。私のチャンネルではこの他にもスカイリムについて役立つ情報を発信しているので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひフォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。